はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、サバ缶のすごい健康美容ダイエット効果についてお伝えします。で、あなたはサバ缶って食べる習慣があるでしょうか？最近ですね、サバを中心とした魚の健康効果が理解されて、急速にですね、その消費量が上がってきたのが、サバ缶なんですね。なんですけども、もしかしたらあなたは食べる習慣がないんじゃないでしょうか？実はそれはとても損をしている状態、もったいないことなんですよね。そこで今回はサバ缶の持つすごい効果を健康効果と美容効果とダイエット効果に分けてお伝えしたいと思います。この動画をご覧いただくことでサバ缶の持つすごい効果とメリットが分かって食べる習慣を作ることで健康で綺麗になり、そして痩せることができます。反対にご覧いただかないとサバ缶を食べるメリットって何だろうというふうにサバ缶を食べるメリットが分からずに食べる習慣を作ることができなくてですね、不調が現れてしまったり、老化が早くなって老けてしまったり、太ってしまったり、最悪の場合には病気になるリスクもありますので、ぜひ最後までご覧になってください。この健康生活チャンネルでは健康、美容、ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしていますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。で、サバ缶の消費量はですね、年々増加してきていて、サバ缶の国内消費量は2002年には5000トン程度だったんですけども、2018年には2万トンを超えるという、およそ4倍以上にまで急上昇、急に増えてるんですよね。その消費量がめちゃくちゃ増えてるんですよ。なんでこれほどね、急速にサバ缶を消費する方が増えたのかというと、研究の結果からサバ缶は栄養が豊富ですごい効果があることが分かってきたからなんですね。で、また缶詰ですので、お魚の特徴である日持ちしないであるとか、傷みやすいというデメリットが消えて、買いだめしておけばいつでも手軽にサバを取れる、魚が取れるという、この気軽にこういった気軽に摂取できるという理由で人気になったんですね。で、サバ缶のメリットの大きな部分を占めるのは油の質なんですよ。実は油というのはその性質によってたくさん分類されているものなんですけども、サバをはじめとしたお魚はとてもいい性質の油を持っているんですね。で、それが青魚には特に多いですので、サバとかアジとかサンマとかこういった魚にはこのいい油の量が多いんですよ。それが不飽和脂肪酸という分類の油で、まずね、その不飽和脂肪酸という分類があって、その中でなおかつオメガ3脂肪酸という分類の油なんです。で、まずこの不飽和脂肪酸という油からなんですけども、これは飽和脂肪酸という油と反対の作用をする油になります。ちょっと難しいですけどね、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があるんですよ。で、まずですね、飽和脂肪酸から言いますけども、こちらの飽和脂肪酸というのは、牛肉であるとか、豚肉とか鶏肉などのお肉製品とか、卵、牛乳や乳製品などの動物から取れる食材、動物性の食品に多い油で、飽和脂肪酸は多く取りすぎると中性脂肪であるとかコレステロールを増加させてしまい、太ってしまう原因になってしまいますし、血液がドロドロになってしまって動脈硬化を進行させて脳卒中であるとか心臓病などのリスクを高めてしまうという危険な油なんですね。それに対してサバの持つ油である不飽和脂肪酸はですね、今回のサバ缶の油ですね、不飽和脂肪酸は魚類や植物性の食品に多い油で、この不飽和脂肪酸にも種類があるんですけども、血液中の中性脂肪やコレステロールを減らす働きがある油なんですね。ですからお肉や乳製品などの飽和脂肪酸を取ることで中性脂肪やコレステロールが増えてしまうんですが、それを逆に減らしてくれるとてもいい効果がある油なんです。そしてオメガ3脂肪酸というのは不飽和脂肪酸の中の一種なんですけども、その中でも特にお魚であるとかアマニ油などに多い油になります。不飽和脂肪酸には3種類あって、お魚に多いオメガ3脂肪酸、お肉や卵、ごま油であるとかサラダ油など安い油に多いオメガ6脂肪酸、そしてオリーブオイルに多いオメガ9脂肪酸があるんですね。で、このうちですね、オメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸は反対の働きをする油で、日頃取りすぎになってしまっているのはオメガ6脂肪酸の方なんですよ。こっちの方がたくさん取られすぎているんですね。しかしオメガ6とオメガ3というのは、この油はですね、この両方があることがバランスよくあることが重要で、これらがバランスをとっていることで健康であるとか美容であるとかを作っている油なんです。
ですが、今の現代人はですね、もうほとんどの方がオメガ6脂肪酸ばかりを取りすぎていますから、オメガ6脂肪酸めちゃくちゃ多い、オメガ3脂肪酸めちゃくちゃ少ないという状況になってしまっていて、いろんなデメリットが現れてしまっているんですね。ですが、なぜですね、このオメガ6脂肪酸が取りすぎになっているかなんですけども、お肉であるとか、卵とか、牛乳や乳製品などが好きな方は結構多いですし、お料理には安い油であるサラダ油を使って、そして風味付けにはごま油を使うと。そして魚はね、それほど好きじゃないからあまり食べないし、アマニ油って何っていう状態なのであまり知らないから取っていないという方が多いからなんですね。実はあなたもそうじゃないですか。確かにね、肉は好きだと、卵も美味しいと、牛乳乳製品もね、チーズもあるし、ヨーグルトもあるし、そして牛乳を入れてね、シチューを作ったりもするし、やっぱりよく使うなというふうに思いますよね。そして反対にね、魚といえば、たまに刺身食べるぐらいかな。でもお部屋臭くなるから焼き魚あんまりしないし、アマニ油って今知りましたみたいな、そんな方も多いですよね。ですから、オメガ6脂肪酸を取りすぎている方がとても多いんですよ。あなたも目に覚えがあるんじゃないでしょうか。もちろん私も以前はこんなお食事ばかりでしたので、とても健康的では言えない食事をしていました。ですので、健康的にもね、いろんな不調がありましたし、美容的にもね、やっぱりいろんなデメリットが出ていましたし、ダイエット的にもね、太っていたんですよ。だから、ちゃんとこの効果が出ていたんですよね。悪い効果の方が出ていたんですよ。魚食べていないからね。ですから、サバ缶を取ることで様々ないい効果があるんです。で、じゃあですね、サバ缶にはどんないい効果があるかなんですが、ここからですね、サバ缶の持つ健康的にいい効果と、美容的にいい効果と、ダイエット的にいい効果の3つの効果に分けてお伝えしていこうと思います。で、まずですね、サバ缶の健康効果ですが、まずは脳卒中であるとか心臓病を防ぐという効果です。サバなどの青魚に多いオメガ3脂肪酸は、中性脂肪や悪玉コレステロールを減らしてくれて、善玉コレステロールを増やすという働きがあります。ですから、ドロドロ血液の原因って悪玉コレステロールが増えすぎてしまって、善玉コレステロールが少ないという理由なんですけども、これが逆転することで、ドロドロ血液を解消して、サラサラと流れるようなスムーズに流れる血液に変えてくれますので、血管が詰まりにくくて、動脈硬化の進行を予防してくれますので、病気を防ぐことができるんですね。で、また、オメガ3脂肪酸は、病気の原因になってしまう体の炎症を抑えてくれたり、血圧を下げたり、血糖値のコントロールをしやすくして、糖尿病を予防する効果などもあるんです。ですから、健康的にとてもたくさんのいい効果があるんですね。そして、サバ缶の美容効果ですけども、オメガ3脂肪酸を摂ることで肌や髪をきれいにすることができます。これは細胞の質というものに関わってくるんですね。私たちの体は全て細胞というものが集まって作られています。その数は全身で34兆個とも言われていて、とても大量の小さいですね、細胞の寄せ集めの集合体なんですね。私たちの体というのはね。で、心臓でもですね、筋肉でも骨でも目でも何でもですね、細胞がいろんなものに変化して作っているんです。で、その細胞の表面はですね、この1個の細胞というのは丸いものなんですけども、この細胞の表面は細胞膜という膜で覆われているんですが、この細胞膜はオメガ3脂肪酸とオメガ6脂肪酸という2つの油で作られています。オメガ3脂肪酸が細胞膜を柔らかくして、オメガ6脂肪酸が細胞膜を硬くするという働きがありますので、本来であればオメガ3とオメガ6のバランスが取れていることで適切な硬さを保っている細胞膜なんですが、現代人はですね、この油のバランスがめちゃくちゃ崩れてしまっていることによって、オメガ6脂肪酸ばかりが増えてしまい、その結果、細胞膜がですね、もともとのプルンプルンなね、その状態ではなくて、もうカチカチに硬い状態になってしまっているんですね。そうすると、肌や髪が硬くなってしまいますし、硬すぎる細胞膜は栄養を受け取れるツールが塞がってしまって、栄養を受け取れなくて、そして老廃物を排出しにくくなってしまうんですね。そのため、細胞は硬くなるだけではなくてですね、劣化していってしまって、弱っていってしまって、肌や髪が劣化してしまって、老化が進んでしまうんです。そこでサバ缶を食べる習慣を作っていただけると、オメガ6脂肪酸を摂る量が減って、オメガ3脂肪酸の量が増えるわけですから、細胞が本来の硬さを取り戻してくれますので、肌や髪がきれいになり、若返るということができるんですね。で、また、細胞はですね、この体の全てを作っていますので、これは肌とか髪だけの問題でもないんですよ。これは内臓であるとか、血管とか、目とか耳とかね、こういったところの細胞も若返ることができるんですね。なので、いろんな不調を改善することもつながります。
さらに美容効果としてはですね、お魚は肌や髪の作る、材料となるですね、必須アミノ酸をすべて含んでいますので、アミノ酸スコアというものがあって、これが 100% ですので、良質なアミノ酸の摂取によって、さらに肌や髪の質を上げて、きれいにするという効果もあるんですね。なので、サバを食べるとね、サバだけじゃないんですけども、青魚食べるときれいになれるよということなんです。そしてダイエット効果なんですが、まずですね、サバというのはタンパク質がとても豊富で糖質が少ないですので、太りにくい食材になりますよね。で、また脂質は多いんですけども、その脂質のうちオメガ3脂肪酸は中性脂肪をね、その脂肪を下げるという、むしろダイエット的に効果のある油ですので、むしろ痩せていくんですよ。で、また魚の持つ油は DHA と EPA という2つの種類があるんですが、このうち EPA の方は運動と組み合わせることでさらに脂肪の減少を促進するという働きもあることが分かっています。ですから運動も行うとさらにダイエット効果を高めることができるんですね。だからその運動をしてね、ダイエットしたい方、食事ではなくて運動して痩せたいという方はですね、ぜひこの魚を食べていただいた方がその運動のダイエット効果も上がっていくんですよ。だからジムに行く方なんかはね、このお魚食べないというのは効率下げることになりますから、とてももったいないことをしているんですよね。で、よくね、そのボディビルダーの方なんかが、そのツナ缶をね、そのノンオイルのツナ缶食べる方なんか、そのテレビで出るじゃないですか。あれね、サバ缶に変えた方が効率いいはずなんですよ。いい油が取れますので、もっとそのダイエット効果が出ますので、ボディビルダー的に言えばキレが良くなるみたいな、そういった効果が出ますよね。さらに最近ではですね、EPA を取ることで腸から GLP-1 というホルモンが分泌されることが分かってきて注目されているんです。この GLP-1 というのは血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌を改善する働きがあることが分かっていて、これでですね、糖尿病を予防する効果があるということで話題になったんですが、さらにですね、この GLP-1 には余分な糖質が腸で吸収される速度を緩やかにすることで血糖値の急上昇を抑える作用であるとか、満腹感を高める作用がありますので、食欲を抑えるという効果もあるんですね。で、私たちがね、太ってしまう原因の大きなところは、糖がですね、その糖質がすぐその腸で吸収されてしまって、血糖値がめちゃくちゃ上がってしまって、それがその中性脂肪に変換されて体の中に溜め込まれるということで太っていくんですけども、この GLP-1 があることで胃からですね、腸に流れるときにゆっくりにしてくれますので、血糖値はなかなかその急上昇しないと。そうすると中性脂肪も増えにくいので太らないという効果があるんですよ。で、しかも満腹感を高めてくれますので、食欲を抑えてくれると。とてもありがたいホルモンなんですね。ですので、サバ缶を食べることで病気や不調を防ぐという健康的に効果があり、綺麗になるという美容面で効果があり、痩せて太りにくくするというダイエット面の効果があるんです。サバ缶ってすごいですよね。で、このぐらいですね、サバ缶の効果が分かったところで、じゃあですね、どうやってこのサバ缶食べればいいのっていうふうに思いますよね。そのまま食べてもなんか飽きそうだし、サバってお料理にどうやって使うのかなって方も結構多いと思うんですよ。今まで食べる習慣なかったらね、特にこのサバ缶の使い道ってなかなか想像がつかないですよね。で、じゃあですね、どのような料理にこのサバ缶が使えるのかなんですが、結構いろんなお料理に使いますので、簡単なレシピというかメニューをお伝えしたいと思います。で、まずお勧めしたいのはお味噌汁です。お味噌汁にサバ缶入れるのって思うかもしれませんが、実はですね、サバ缶ってお味噌汁にめちゃくちゃ合うんですよ。というのも、サバの味噌煮ってあるじゃないですか。あなたも食べたことがありますよね。めちゃくちゃ美味しいですよね、サバの味噌煮。で、このようなお料理があるように、サバとお味噌ってとても相性がいいんです。めちゃくちゃ合う、美味しいんですよね。なので、お味噌汁にですね、サバの水煮ですね、を汁ごと入れていただくと、サバの出汁がとても効いて、コクと旨味がめちゃくちゃ美味しいお味噌汁ができるんです。お味噌汁がね、ワンランクアップしますよ。お味噌汁というか、なんていうんですね、別のお料理になるような感じがします。で、お味噌汁にサバ缶を入れるだけですから、めちゃくちゃ簡単ですよね。今、毎日お味噌汁を食べる習慣がある方であれば、もうそのサバ缶を追加していただくだけでできます。で、これだけでもね、とても美味しいんですけども、もしですね、このお魚の独特の香りが気になる
るという方は、少しですね、おろし生姜とお酒を入れていただくと気にならなくなりますので、こういった工夫というかね、加工もおすすめです。でもほとんどの方は、そのサバ缶入れるだけでもね、別に臭みなく食べれると思います。で、一緒に入れる具材もですね、何でも合うんですけども、おすすめは玉ねぎであるとか、キノコ類とか、タケノコとかはね、結構鉄板レシピなんですよ。サバと相性がいいということで、鉄板のレシピって言われてるんですね。で、あとはトマトも意外と合うんですね。だからこういったものをお味噌汁に入れていただくととても美味しくいただけます。お味噌汁にトマトっていうのも意外かもしれませんが、これも美味しいんですよね。そして他のサバ缶の使えるレシピでは、サバと大根を煮込んで、ぶり大根ならぬサバ大根にしていただいても美味しいですし、サバとトマトは相性がいいですので、パスタにね、していただけても美味しいです。あとはカレーに入れてもいいですし、サバ缶とお豆腐を混ぜてハンバーグにしていただくのも美味しいんですよね。こうすると健康的なハンバーグにすることができます。あとは炊き込みご飯にしても美味しいんですよ。炊き込みご飯はね、缶詰を汁ごと入れるとね、サバのすごい出汁が出ますので、簡単なのにめちゃくちゃ美味しいんですよね。あとはツナ缶の代わりに使えますので、サラダにね、そのツナ缶を入れる習慣がある方はサラダに入れたりだとか、チャーハンに入れてそのサバ缶チャーハンにしたりだとか、いろいろ試してもらえると結構、いろんなお料理にね、合うことに気づけると思います。ということで今回はサバ缶のすごい健康美容ダイエット効果とサバ缶を美味しく食べられる簡単なレシピについてお伝えさせていただきました。ただですね、今回は大人気のサバ缶に注目してお伝えさせていただきましたが、これらの効果は同じ青魚である味であるとか、サンマでもね、その同じ効果は手に入れられますので、いろんな青魚を試してみてください。アジ缶とかね、サバ缶とかも、サンマのね、缶詰とかありますよね。ですからそういったものをね、試してもらえたらいいなというふうに思います。で、あなたがですね、健康に綺麗に痩せて体を手に入れるには、魚というのはこれはもう必須の食べ物なんですね。これは様々な研究の結果からも明らかになっていますし、世界的にこの魚の効果というのは支持されていますので、数々の健康法でも取り入れられているように、魚というのはね、健康的にも美容的にもこれはもう外せないものなんですよ。で、積極的に食べないといけないものなんですね。ぜひですね、あなたが毎日の食生活に取り入れやすいようなメニューを見つけていただきたいと思います。私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただけたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また、今回の内容がためになったなと思っていただけたら、チャンネル登録するかはお任せしますが、ぜひもう一本動画をご覧になっていただけると嬉しいです。オメガ3脂肪酸の効果であるとか、このアマニ油についての動画とかもありますので、オメガ3脂肪酸のね、ぜひそちらの動画もね、ご覧になっていただけると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。